栗原芽衣子さん、当時19歳。爆心地から約 4.9km 離れた安芸郡府中町で被爆しました。お家で食事、父と2人で食事して、で出る時に父が玄関まで送ってくれて、で真っ青だったんですよ、空が。まあ今日もよく晴れてる、元気で行ってこいよって言ったのがね最後で、でまあ私は東洋工業にね出かけて行って、でそこで旋盤の前に立って、今日もねしっかり働かなきゃないって思った途端でしたね。8時、あれが15分でしたよね。時計はその頃は持ってないんでわからなかったんですけど、もうピカーッと光ってちょっと目がくらむような光り方で、で後でしばらく経ってドーンっていう大きな音が聞こえて、すごいものすごい東洋工業に爆弾が落ちたんだと思ったんですよ。で屋根は吹き飛ぶし、窓ガラスは割れるし、ちょっとガラスで指をね数箇所ガラスが立ってましたけどね。でみんな機械のそばにしゃがんで何だったんだろうねって言って、そのうち防空壕へ逃げなさいいうことで、外へ出てみたらその黒い雲と上の方がこうピンクに光ったような黙々としたのがこう見えてきて、液体動くんですよ。もうすごい黒いのが下の方で白くて、で上はピンクで光ってるようなんですよね、ピンクが。でまあ綺麗、もう上の方は綺麗だねとか思ったんですけど、なんだろうねってこれは。でまあそう言っているうちに広島の方からなんか幽霊のような、人ではないような人がこうずっと一列になって歩いてくるんですよね。見たら髪の毛はなんていうんですかね、こう焼けたようなで、今思えばその爆風がひどいんで顔が腫れたのか、一様に顔が腫れて、そしてやけどして、もう手をこう幽霊のようにこうして歩いてくるのがね、でここへ皮膚がぶら下がってるんですよね。で髪はない人もあるし、こう上に逆立って逆立っていうんですかね。でから丸坊主になった人もいるし、で着るものもほとんどが白以外は黒いものは焼けるんですね。でこうボロぶら下げたようにして、でもう裸足で、もう血がいっぱい流れてて、本当ねあれ幽霊のようで、みんなね皆さん8月6日の証言される人幽霊みたいだっておっしゃってましたけど、本当あれが幽霊っていうんかね言って、でまあ東洋工業でねまあひとまず休んでもらったらいいんで、でむしろ引いて、でそこへ皆さん休んでもらったんだけど、むしろっていうのは藁でこう編んだからそれ多分ね痛かったんじゃないかと思うんですよ。チカチカしてね体にねいっぱい傷しとられるのにね。で聞こえるのは水水って言われるんですけど、で水は飲ませたらすぐに死ぬから水は飲まさないでって上から言われて、で水水って言われるのにあげなかったんで、もうそこで死んでいかれる方もたくさんいらっしゃって、本当に後で水あげればよかった。それが今もね残ってますよね。なんで水あげなかったんかな、どうせ亡くなられるんなら水あげればよかったと思ってね、それが残念ですよね。
4時頃までいたと思うんですよ。それでもう学生たちは帰ってもいいって言うんで、みんな集団を作って帰んなさいいうことで帰る方向に従って、で男子学生がついてくれて帰るんです。で男子学生が先に立って、で広島の方に帰る人とか他の方に帰る人とかありますよね。でそれにみんなこう分かれて、で私たちは広島駅の方に向かって男子学生と一緒に、で双葉の里まで行ったんですけども、そこでもう火の海でもうゴーゴーっていう音も聞こえるし、もう火がこっち来るんじゃないかないうとそばまで行ってみたんですけど、これじゃあ中入れないね言って、引き返すよりしょうがないね言ってからまた引き返して、でそこで豊こげまた引き返して、まんじりともしないで一夜明かして、それでもう夕方になるし、今夜はどうしたらいいかなと思って、日赤の門を出て広大の方に向かって歩いた時に一期上の方と出会って、友達に会った時は嬉しかったですね。そこで梅子ちゃん今夜はどうするの?」って言われて、でどこも行くところがないよって言ったら「じゃあ一緒にいらっしゃい、私もここの中に人がいるから一緒におりましょう」いうことで、そこで留学生たちと出会ったんです。留学生日本人じゃないんですよね。留学生はね私の家の近くに江南寮というところがあって、お見かけはしてたんですよ。よく夜になると土手に出て浴衣着て歌歌ったりじゃれ合ったりしてらっしゃるのを私たちは見てたんですけど、その頃は男の人に声かけてもいけないし一緒に歩いてもいけないいうことだったんで、ただお見かけはしてたけど、でその時初めて校庭で言葉交わしたんですよね。ですぐ紹介されて、でももうそういうなんていうんですか、そういう壁はもうすぐ取っ払われてすぐ仲良くなりました。で向こうの方って全然日本のことを悪く言わないんですよ。それでかえって私たちを慰めてくださるんですよね。それは嬉しかったですね。優しさがね、すごい思いやりが日本人だったらちょっとできないんじゃないかと思うんですよ。もうこういうものを落としてとかね、自分たちは外国から来てるのにこういう目にあったとか言うんじゃないかと思うんですけど、そういうことは一切なしで、私たちが本当は悪かったね、せっかく外国から来て、ね、勉強しに来たのにこういう目にあって悪かったねって言わなきゃいけないのに、反対に私たちが慰めてもらって、本当に苦しい時にね助けてもらって、それは今でも忘れることができませんね。14日の日に帰国命令が出たんですよ、外人の方たちにね。それでもう広大も閉鎖するから言うんで私たちとみんな夕方でしたけどねお別れしたんですよ。でもう一人ずつと握手してね、また会う日があったらいいねって言いながらね、で夕日がこう照ってこう影が映ってね、本当一週間ですけども何年も付き合ってるような感じがして、別れるのが辛かったですね。でもよくしてくださいました、本当に。日本人でないのにね、日本人以上によくしてくださったと思うんですよ。日
日本人以外の方とね接する機会がなかったんですけど、原爆によって日本人以外の方とアジアの方とね接する機会があって、本当にアジアの方たちって心が温かくて心が広くて、こちらが慰める立場が反対の立場になってしまって、本当に優しく辛い苦しい怖かったところを温かい心で包んでくださったことをね、本当今思えば感謝以外の何物でもないですよね。それがあったからこそ時を私は過ごせてこれたんだと、むごい惨状の中で過ごせてこれたんだと思いますし、また勇気を与えられて本当に感謝して、またこういうことがあってはいけませんけど、みんなでね支え合っていけばいいかなと思いますよね。本当人間の最大の罪だと思うんですよね、戦争というのはね。だからそれは若い人たちにしっかり覚えていただいて平和な国をね今からでも保っていただきたいと思うし、戦争のような人殺しですよね。本当は人と人と殺し合うためにやってるんだから、その殺し合いはしなくても話し合いで過ごせればいいなと思いますね。うん